こんにちは、漫画素材工房です。本日はもも様からの添削依頼で顔の当たりの基本について解説をしていきたいと思います。お悩みの内容を読み上げますと、顔を描くときは先に顔の正中線を描いているのですが、左右の目の不自然さにモヤモヤします。きちんとガイドの線上に目を描いているのですが、赤い矢印側の目がつり目になってしまいます。ということで、顔のガイドについてまずは解説をしていきたいんですけれど、以前私は顔を描くときにこの太ったお米をベースにすることをお勧めしました。頭部は球体、そして顔は曲面なので、こういう風に当たりを描くのがおすすめですということをお伝えしたんですけれど、これはつまり当たりの中に頭部全体を収めてくださいという意味でお伝えしたんですね。こういう感じになります。ですが、ご応募いただいたもも様の描き方ですと、この当たりをお面のように使っておられるんですね。これだと頭部全体の立体をカバーできていないことになります。頭部が球体どころか頭部が消失したとても不安定な状態で顔全体を描き進めておられるので、まずそれが大きな歪みの原因につながっていると思いますね。こうなると後頭部が存在していないので、首もどこから出ているのかちょっとわからない状態なんですね。これだと当たりの意味が大幅に目減りすることになってしまい、当たりを描いているつもりで実は描けていないという多くの方が最も陥りがちな状態になっておりますね。お面の何が問題かというと、端にある回り込みを意識できなくなることです。お面の端を見てみると、横や縦の当たりの線がそれぞれあらぬ方向に全て飛んでいってしまってるんですね。この顎を見ても線がこのように目的不明の方向に流れていて、どこに向かっているかがわからないんですね。本来であれば奥に向かうラインはこうやって回り込んで、両端がつながって円を作るのが正しい回り込みの考え方です。こういう感じで縦と横方向の輪切りの状態がちゃんと透視図で見えるようになるというのが理想なんですが、端の線があらぬ方向に飛んでいるために中途半端な立体になってしまっています。カットして断面を見ると2つの違いがわかります。断面は円の輪切りになるような回り込みが必要なんですね。これを描くにはやはり基礎として正しい円と球を描く練習をまずはコツコツと行っていただきたいと思いますね。実際には回り込みを表現しようと努力されてはいるんですね。線を後ろに流して奥行きを出そうとしているんですけれど、他にも一つ大きな問題がありまして、この顔のアングルはやや俯瞰なのですが、この正面の顔の面とこのつむじの上部の面、そして顎の底面と顔の側面、つまり正面、上面、底面、側面の4つの面が同時に見えている状態ということです。これがどういう立体形状かを側面のアングルから説明しますと、このように顔が豆のような形状になっているということなんです。この豆の形状であれば頭部のつむじも見えるし、顎の底面も同時に見えるという状態にはなるんですけれど、実際には頭部の形状は豆のような形ではありませんよね。本来は4つではなく3つの面しか見えません。煽りになれば顎の底面が見えますし、俯瞰になればこのつむじが見える状態になります。これは実際の立体形状やカメラアングルがわからないまま当たりを描いているために起こってしまう現象なんですね。本来であれば見えるのは3面です。これをキューブで表すと本当にシンプルにこういう状態なんですね。そしてこれらの歪みや誤解がなぜ生じるかというと、パースの基礎が身についていないのが原因です。一連のこういった歪みとか、自分が今どの面を描いているのかがわからないというのは、やはり基礎的な力というのがまだ身についていないという証拠ですので、パースの基礎練習を強くお勧めしております。なぜそこまで基礎が大事かというと、この楕円体の当たりというのは作画の中で最もシンプルで簡単なものなんですよ。それが正しく描けないという時点で、この複雑な目や鼻、口のパーツをアングルに合わせて描き分け、正確な位置に配置するというのは理論上ほぼ不可能ということになるわけですね。なのでまずは円の作画やパースの基礎を学ぶことが違和感と歪みのない絵を描く最短で確実な方法になります。こうやって見てみますと、全体的にやっぱりこのお面の端にある回り込みがかけていなくて、全てどこかに流れているんですよ。質問も片目がつる目になるというお悩みでしたが、これも全て当たりの歪みによるものですね。この顎も正しくない方向に流れているので、頬全体がその方向に引っ張られてしまっていますし、お悩みのこの目の部分もこんな感じで補助線を取っていきますと、眉はきちんと同じライン上に描いてあるんですが、片目がラインからずれているんですね。で、その歪みにもやっぱり気づけていないということで、基本的な感覚をまず底上げしていくというのが課題になります。あとはそのパースの知識と合わせてとても大事になってくるのが、
顔の基本的な構造をしっかり学ぶということですね。例えば頭部の存在やそこからつながる首のつき方とか、そういったものをシンプル化した立体で再現することができないというのは、そもそもの構造を知らないのが原因になります。このもも様は中級プランに入ってくださってるみたいなんで、概要欄に顔の構造をまとめたリンクを貼っておきます。そしてそれを見てひたすら模写することをおすすめします。模写というのは書く力と同時に見る力を鍛える訓練です。しっかりひたすらと見て模写していくことで、私たちの脳みそっていうのは正確な形をどんどんインプットしていってくれるんです。模写を繰り返していくと、いざ書くときに脳が正しい形を再現する自動補正能力を発揮してくれるんですね。正しい形を知り、歪みに気づく目を失うために必須の練習なので、ぜひ正しい構造を模写して学び、それにパースの基礎を掛け合わせて歪みのない当たりを描くための基礎をまずは鍛えましょう。そしてもう一つ質問をいただいています。大人の男性を描きたくて鼻筋をビネから描いているのですが、なんだか間延びした印象です。なぜか鼻自体が大きいような気がします。ということで、この鼻の違和感について解説をしていきましょう。まず私たちが描いているアニメ、漫画というのは実際の立体をデフォルメした絵なんですね。本来の人間の鼻を見てみると、このように少し複雑な立体形状になっています。私たちが主に描いているのは、この青い半透明の色で塗ってあるビネと微量の部分なんです。横向きのデフォルメラインはこのような状態で、そして次にやや斜めのデフォルメライン、順を追ってみると正面を向くごとにこの微量というのは垂直なラインになっていくのがわかると思います。ですがこのもも様の場合はですね、やはりパーツや構造の知識がないために微妙なアングルの違いがわからなくて、自分が知っている鼻の角度を手癖だけで全てのアングルに当てはめているんじゃないかなと思いますね。この顔は若干正面向きに近いアングルなので、やはり鼻はもう少し垂直に近い角度で下に伸びていくんですけれど、それがすごく横に流れているので、鼻が横に倒れているように不自然に曲がっているような状態ですね。これが鼻が大きく見えてしまう違和感の最大の原因ではないかと思います。そしてもう一つの問題としてですね、大人の男性を描きたいということなんですけれど、特にこの上の顔についてはビネが長い状態ですね。大人の男性になればなるほどビネは短めにスッと長い微量につなげて、こういう風に流れていくのが理想です。この絵がリアルの鼻でどういう状態かを説明しますと、こんな感じでビネが長いんですね。そして微量が短くて、さらにこの中央の部分というのは尾線といって鼻の頂点の部分なんですね。微形を描くときはこの尾線というのは小さく描くのが基本なんですけれど、これがすごく大きくなっているので、要するに団子っ鼻みたいになってしまっております。そしてやっぱり顔のアングルに対して鼻が横に倒れすぎていますね。全体的に大人の美形とはかけ離れた要素が集まっているために、ちょっとおかしいなという印象になっていると思われます。こういった現象もやはりパースと構造の両方の基礎をしっかりと学び、模写や実践をひたすら繰り返して歪みを見抜く目を鍛えていくことで、どんどん解消されていきますので、基礎練習をしっかりと頑張ってみてください。やはり絵というのは無計画に自分の好きなようにたくさん描いていれば上手くなるというものではありませんので、確実に早く上手くなる道は基礎をしっかりと学ぶことです。基礎が身につけば身につくほど歪みというのは自然に減っていって、自分の好きなアングルを思うように描けるようになり、そうすることで絵がどんどん楽しくなっていきますので、最初は大変だと思いますが頑張ってみてください。ということで、顔の当たりについてでした。もも様ご応募いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。